本日はですね、韓国の渡航解禁の時期について最新情報皆さんにご報告をさせてもらいたいと思うんですけど、本当にしんどいですよね。韓国については距離が近いだけじゃなくてね、経済面、文化面でつながりが非常に強い国ですのでね、その反面で時には政治的な衝突にも発展するケースもあるという中で、私がね、思った以上に皆さんからコメントをいただいているわけなんですね。マシュマロさん、ミンイさん、キキさん、タタさん、グリグリ男さん、他皆さんですね、コメントありがとうございます。ここでね、すべてを読み上げることができないんですけども、皆さんのね、コメントに関してはすべて目を通させてもらっています。で、おそらくですね、メッセージをくださった方々、内容をね、見させてもらう限りですね、韓国にご家族がいたりだとか、これからね、家族になろうとしているお相手がいるように見受けられるんですね。今がね、とても辛い時期っていうのは、僕もね、とてもよくわかりますよ。で、自分のね、わかる範囲にはなるんですけど、本日時点の最新情報をね、自分なりに整理をさせてもらいましたので、少しでもお役に立てればと思います。まずね、結論からいきたいと思うんですが、韓国への入国許可、結局のところ政府のさじ加減ということなんですよね。で、そうは言っても、じゃあね、一体いつになるのか予測してくれよって言われちゃうと思うんでね。それをね、お答えしますと、観光客に関しては、早くても、11月、12月とかね、非常にもう物事がめちゃくちゃうまく進んだとして、それぐらいの時期になるんじゃないかなというふうに見させてもらってます。で、本日はその理由について、こちらの順序で述べていきたいと思います。丸1、コロナ感染状況。丸2、日本政府の入国緩和ステップ。これね、あともう一つおまけで、待ちきれない方がね、いっぱいいらっしゃると思うので、裏技がね、使えるようになる可能性についてご報告をね、追加でさせてもらいます。正直これは今の段階でね、言おうかどうか迷いましたけど、僕自身のことについて考えていることでもありますので、動画のね、最後の方になるんですけど、お伝えしたいと思います。丸3番裏技ということで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では始めていきましょう。韓国のコロナ感染状況から見ていくんですが、累計感染者数12,500名といったところなんですね。これは人口100万人あたりの感染者数でいうと250名程度と、この数字は日本の感染率の2倍弱というね、そういう数字ではあるんですけど、ただですね、韓国に関しては感染者のあぶり出しと強制隔離の徹底、早い段階で実施されている国でもありますので、感染爆発がね、抑えられてるっていう見方をされている方が多いように見受けられます。ただし、最近ですね、この新規感染者のグラフをちょっとね、見ていただくとわかるんですけど、少し第2波を示唆させるような増え方ね、これ気になりますよね。報道でもね、ナイトクラブでの集団感染、心配になるところなんですよね。だから注意深く見守っていきましょうといったところなんですよね。では、丸2番、日本政府の入国緩和ステップに関してなんですが、1ヶ月前にこちらの動画で日本政府が発表した入国制限緩和の段階について触れさせてもらいましたよね。ビジネス、留学生、観光客という3ステップで検討をされていく旨が政府から報じられてたわけなんですが、早速ですね、第1ステップの緩和に関して発表されてますよね。ベトナムが6月下旬に500名程度の規模のビジネス渡航を実現されるというふうに報じられているわけなんですね。で、このベトナムに続いて、オーストラリア、ニュージーランド、タイといったですね、国々にビジネス渡航が緩和されていくっていうことが想定されますよね。で、おそらく、このね、ビジネス渡航の次の段階っていうと、留学生なんですけど、それが、うまくいって7月からね、9月とか、夏の期間を使って、実施を期待したいなと思っています。さらにそれがうまく進みますと、もしかしたら観光客の緩和っていうのが、10月あたりから行われ始めるのかもしれませんよね。ただしですね、これ第一ステップの、ベトナムなどのね、国を対象とした話ですんでね、その他の国、
要するに韓国を含めて中国とかね、台湾、香港、アメリカとかね、そういった国なんかはその一歩後の段階として進んでいくんじゃないかといったところなんですね。なので、11月もしくは12月、なんとか年内にはですね、入国緩和の対象国として、韓国もね、入っていってほしいなというお伝えになるわけです。なかなかね、厳しいですよね。ということで、お待ちかねの丸3番の裏技、どうしても会いたい方編ということなんですけど、これはですね、日本政府がね、政治的な状況もあるかと思うんですけど、慎重派に、なってしまうっていうのは、もうどうしようもない事実ですよね。もう我々でね、変えられるわけではないので、これは受け入れるしかないということなんですけど、ただ一方で、私が今から話す手法に関しては、特にね、韓国にご家族だとかね、恋人がいらっしゃる方に関しては、特に有効になる可能性があるお話なんですね。で、それは、グリーンゾーンの国。要はね、トラベルバブル圏内を狙って、今現在、韓国に住んでいらっしゃる方と会う方法の一つになるわけなんですね。で、すでにですね、日本が第一ステップの入国緩和の対象国として、4つの国を挙げてますよっていうのは、先ほどもお伝えした通りですけど、それらの国っていうのが、グリーンゾーンの対象国になるっていうふうに見ていいんじゃないでしょうか。で、そしてですね、その反面で、韓国もですね、同様に渡航を許可していく国っていうのが出始めることがね、想定されますので、このね、第三国で落ち合うっていうことが実現されるかもしれないですよね。なんで、これをね、ちょうど撮影している6月の22日なんですけど、本日ね、こういうニュースを目にしたんですね。こちら、マレーシアの首都クアラルンプールにある新聞社であるマレーメールの報道なんですね。マレーシアは外国人の入国制限緩和を行っていくと。日本だとか韓国はグリーンゾーンの対象国として検討をしているということなわけなんですよね。ただし、日本政府がマレーシアをね、渡航緩和国として早期開放していくかっていうのはね、ちょっとまだわかりませんので、そこでですね、第一ステップの入国緩和の対象国であるこのね、4つの国、先ほど申し上げた4つの国に関して、日本と韓国ですね、その両方の往来を早い段階で、実施しようとしている国をちょっとね、探してみました。そうしたらね、見つかったんですよ。これはね、こちらですね、タイ、トラベルバブルで、日本、韓国、中国からの旅行者受け入れを検討ということなんですよね。これはね、タイ政府のタウィーシン報道官が語った内容っていうのが報じられてたわけなんですが、まずはビジネス渡航がね、これは優先になるという言い方ではあったんですが、その次のステップで観光客を含めたこの三国とのトラベルバブルを完成させようっていうね、そういう旨の発言があったというふうに理解をさせてもらってます。これはね、ネーションタイランドっていうね、タイの新聞社の情報から皆さんにご報告をさせていただきました。ということで、本日の内容は以上になるわけなんですね。まだまだね、韓国の渡航解禁っていうのは正直ね、険しい道続いちゃうんですけど、この苦境をですね、皆さんと一緒に乗り越えていきたいなと思っております。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方っていうのは、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。ということで、本日の動画は以上です。さよなら。